おはようございます。阿部義俊です。ちょうど5時のチャイムが鳴ってしまってますけど、過去に、僕のなんか予備校時代の話をした動画のコメントで、もっとそのプリミティブな、なんかその、プリミティブってことは、だからその原初的なみたいなニュアンスでいいのかな、の、そのなんか作家になろうと思ったきっかけみたいなものについて、確か話をして欲しいですみたいなコメントをいただいたと思うんですけど、自分がじゃあ一番最初の何かその作家を目指すきっかけになった出来事ってなんだろうって思い返してみると、どこの時点でそういう、明確な意思を持ったのかってなかなか思い出せなくて、そうだな、一つはっきりとその大きなきっかけになった出来事自体はあるんですけど、それが、やっぱなんかそのなんでしょうね、その物語とかではないので、あまりにもその唐突にそういうことが起きましたっていうだけのことで、その多分話しても、なんだそりゃになっちゃいそうなんですよね。まあ一応その前後の必要最小限の情報を説明しながら、その時の話をちょっとしてみようと思うんですけど、僕自身はそうだな、どっから話したもんかな。えっと、絵を描くのは小学校とか中学校の頃にめちゃくちゃ下手だし、苦手で、どっちかというと嫌いでした。思ったようにならないっていうことが、一番大きな理由で、絵を描くこと自体には何か面白そうとか、惹かれる気持ちはあったんだけど、自分の絵の具の扱い、特にそうそう、水彩絵の具が嫌いというか苦手でしょうがなくて、それは何かっていうと、要するに臆病だから、思い切って強い色を置けなくて、薄く水で、薄くしておっかなびっくり塗っちゃった結果、こう、色が滲んじゃったりとか、紙がそのどんどんふにゃふにゃになっていっちゃったりして、もうなんだか、みんながこうガシガシと絵の具を置いてる間、自分はいくら手を重ねても、怖がって薄い絵の具しか塗ってないから、ちっとも作業が進まないわけですよ。でいるうちに、なんか、自分ではなんとなくもう、じゃあこれ時間切れだから、じゃあこれでって言って出したものをみんなで並べて、壁とかにほら、貼られるじゃないですか。学校の授業でやった、その絵の具で描いた絵とか。と自分のだけすんごい薄くて、なんか、小汚い感じになってしまっていて、明らかに自分が一番下手くそで、がっくりみたいな。それでもうすっかり嫌いみたいな状態になって、嫌いと苦手と、うまくいかないとで、ずっと絵を描くこと自体は、そうですね、なんか嫌いだったんですよ。ただ、その何か多分描けるようになりたいみたいな気持ちはあったんだと思うんですよ。何か惹かれてるみたいな。でも、いつもそのできれば描かずに済ませたいみたいな感じの子供でした。そして、どこでだろうな、何か物語を頭の中でコロコロと自分の作った架空の物語を何か頭の中で特定の一場面みたいなものを何度も頭の中でこうコロコロと転がすように空想するみたいなことが好きになってしまって、それがどっからなのかな。なんかそういう架空の、なんか夢見がちな子供ですけど、架空のある物語の一場面みたいな自分が考えた、それをじーっと頭の中で想像してるみたいなことがなんか楽しかったんですよね。それで学校の授業とかでなんか退屈になると、ボケーっと自分が思いついた、もう今となっては何が何だかわからないような、要するに、物語のなんか一場面、要するに整合性のある長い物語とかを作る能力がないので、何かワンシーン、なんだろう、なんか得体の知れない巨大なロボットみたいなものに主人公が追われて、下水道みたいな、なんか、水路みたいなところをずっと逃げ回っているみたいな。あの、何が何だかわかんないですか。その前後どうなってんのみたいな。これ主人公誰なのみたいなのとか、全然わかんなくて、わかんないまま、多分、その時に読んでいた漫画とか、テレビ、アニメとかの影響を、もろに受けながら似たり寄ったりの、なんか、物語を頭の中でずっと思い描いてる。だけど、それを出力して人に見せようみたいなことは何にも思わなくて、例えばそれを絵に描いてみようとか、小説に書いてみようみたいなことは、鉢植えを増やしたらなんかちっちゃな虫が、飛んできて、で、ここにその食虫植物がいるから、こいつがなんか呼び寄せてんですよ。なんか虫が好む匂いみたいなものを出していて、で、ちっちゃい虫が寄ってくるんですよ。それはいいや。なんだっけ。とにかくその頃に見た漫画のなんかその影響を受けたような物語の断片を頭の中でずっと思い浮かべていて、一個は多分、その当時の四郎正宗のアップルシードとかを友達がすごい漫画を見つけたって言って、
紹介してとか、一緒に本屋に買いに行こうぜみたいになって、一緒に買いに行って、自分もそれをちょこっと立ち読みしたら、なんか絵がすげえかっこいいみたいなんで、一緒に買ってきて、すげえみたいなことを言って読んでいて、僕もアップルシード読んで、なんだろう、すごいなんかときめいてましたね。なんか、あの、ブレアリオスって主人公のサイボーグみたいなのがビルから飛び降りていって、地面に着地する時のズシュンっていうなんか擬音がすごい何か未来的でかっこよくて、文字がこう、要するに、まあ今でいうとこの漫画の書き文字ですよ。だから、なんかその図っていうカタカナの、なんかこう、形に音のすごい広がりを感じるみたいなのと、ちょっと聞いたことがない、なんか音の響きみたいなんで、なんか未来を感じて、なんか図っていう字をなんか紙に書いちゃったりしてね、まあまあ、そんなことをしていたりもしながら、多分なんかそれの影響がすごく大きくて、なんかロボットみたいなものに追っかけ回されているみたいな、なんか物語の一断片をそう何度も何度も頭の中でその場面を繰り返してましたね。でもやっぱ自分でそれを書いてみようみたいなことは、勇気がなくて書き始められないとかじゃなくて、それをなんか、じゃあ書いてみようなんてことは思いもしなくて、ただ頭の中でそれをコロコロと、転がすように、なんか、空想をしていることがただ楽しいみたいな。なんかそれで時間が潰せるみたいな、退屈な授業が、これで退屈が紛れるみたいな感じで、なんかそんなことをずっとただ繰り返すだけの、だからとてもなんか作家を志望するとか、自分が将来物語を書いてみたいともあんまり思っていなくて、ただただ何かそういう架空のなんか場面を思い浮かべてました。中学ぐらい、小学校、中学校半ばぐらいだから、それこそだから中学2年生みたいな一番なんか暗黒の時期とかに、そういう、もろにそういうタイプの、なんだろう、でもだから出力してないから、中二病にすらなってないっていうか、なんかかかってるけど暴れないっていうか、その時に、なんかね、なんだろうな、その頃になんかファンタジーものっぽい架空の物語を考えていて、それは何かある程度物語の輪郭みたいなものがあったんですよね。なんか、でもそうでもないな。やっぱり漠然としてる。多分、ナウシカの単行本買ってきたって、うわ読みづらいと思いながら、でもなんか、読んじゃうみたいな、ことを思いながら、多分映画のナウシカは見てなくて、漫画しか知らなくって、やっぱメーベとかの、ふわって空を飛んでいくシーンとかにすごく、やっぱりこう、心を揺り動かされて、なんかそんなような似たような機会が出てくる。そうそう、SF とかを思い描いていたり、同時にやっぱり、あのあの、ダチョウみたいな鳥がいたじゃないですか。ナウシカが乗って移動する。名前忘れちゃった。うん。あんなような生き物に乗って砂漠を旅してる人たちの物語みたいなのを頭の中で思い描いてて、同時にもう一本何か別な、やっぱりファンタジーっぽい、別な世界の物語も思い浮かべていて、もうなんかもうさすがにその13歳、14歳の頃の話なんで、もうその物語のディティールみたいなものは忘れてしまったけど、何の影響だろうな。一個は、だからそのナウシカ見たことがすごく大きくて、あと、アドベンチャーゲームブックっていう今、いや、アドベンチャーゲームブックはもしかすると高校に上がってからかもしれない。でも、なんか影響あったような気がするな。ファンタジーを自分がそんなに頭に思い浮かべるぐらい、要するに、なんか本読んでないと思いつけないじゃないですか。指輪物語読んだのは高校に上がってからだし、ロードストー戦記とかも、なんか高校上がってからな気がするな。なんだろうな。ダンジョンドラゴンズとかテーブルトークにハマったのも高校なんだけど、僕の中で記憶にあるのは、割と明確に中学2年か3年かのあたりの頃の出来事なんだけど、とにかく頭の中で何本か、なんかね、ファンタジー異世界みたいな物語をちょこちょこと考えつつあって、その時に、家族旅行がああったんですよ。で、なんかまあまあ、もう、なんか箱根とかなんかそんな感じだったと思うけど、家族で旅行連れてってもらって、なんかやっぱなんか本が好きだったんで、アップルシードとかの本をリュックに詰めて、なんか、なんだろうね、もう重たいからやめろって言われてんだけど、なんか本が好きで本を持って行きたくて、なんか何冊もリュックに本詰めちゃって、みたいなことをしていた記憶があって、で
もう全くだからこれ、だから本当にあった自分の話なんで、全く脈絡がなくて、起承転結もなくて、突然起きた出来事なんで、なんだかね、全然説得力がないと思うんだけど、僕の起きた出来事を話すと、その日の宿屋に泊まって、夜中に突然、全く何の前触れもなく、自分が思い描いてた、ファンタジーっぽい世界の物語 A と B とか繋がってるって、なんか突然そう思ったんですよ。あ、この A の方の主人公の子孫が、この B の方の主人公のこいつだみたいなことなんか突然、何が何だかわかんないと思いますけど、思ったんですよ。その瞬間に、何か本当に電流を浴びるみたいに脳がビリビリってなって、そうだったのかって思って、もうその時のもうガッて目を見開いて、天井がもう今のこの魚眼レンズみたいにちょっと歪んで、木の天井と古いこのなんか、旅館のその古い電灯の、電気はもちろん夜中だから消えてるんだけど、が、ガッて見えて、で、そうだったのかって思ったのが、今でもそのことを思い出すとちょっと鳥肌が立つぐらいに、何か衝撃的な出来事として自分の記憶の中にあって、なんか脳の配線が全部バシャッと入れ替わっちゃったぐらい、なんかその一瞬前と一瞬後で自分がもう全く別な人間になっちゃったと思えるぐらいに、なんか衝撃を受けて、その後の旅行のことを何にも覚えてないんですけど、なんだろう。で、そんなことがあって、じゃあその翌日からもう急に物語を書き始めるかっていうと、別にそんなことはなくて、すいませんね、本当の起きた話をただ本当にそのまま喋ってるだけなんで、全く説得力も起承転結もないと思うんですけど、でも、その日からじわじわと自分はなんか前にも言ったけど、だからその泥を這うようにゆっくりと自分はいつか架空の世界を作る人になるんだ。どっちかというと、だから僕はその絵描きという仕事についてはいるけど、どっちかっていうと自分の夢とか、その人生の目標というか目的は何かって言われると、架空の世界をこうまるっと一個作り上げるみたいなことが僕にとっての人生の一番大きなミッションで、絵を描くとか物語を作るとかっていうのは、それに付随する必要だから、覚えてやっていることみたいな感じなんですよ。でも当然絵を描くことはすごい大きなスキルなので、圧倒的にそれが大事だから、そこに全力を投入するわけですけど、でもその先にあるなんか架空の世界を作りたいっていうなんか目的があって、で、今でもずっとその情熱もだからなんだろう、さっきその例え話として電流を浴びたみたいにっていう例えを出したけど、これその例えじゃなくて、全然これ話ずれちゃうけど、僕子供の頃太ってたんで、手のここの肉をコンセントに、なんか扇風機とかつけようと思ってコンセントこうガチャってやった時に、ここの肉を挟んで、感電したことがあって、あ、今気づいたけど、それって、その旅行の時に起きた出来事だったかも。家の扇風機じゃなかったんだよね。旅行に行って、あの、何が起きたのかわかんないぐらい扇風機つけようと思って、コンセントを挿した瞬間にバーンってなって、もう、わけも分からず吹っ飛んで、後で見たら、ここちょっと、火傷するみたいになってて、その時はもう何が何だか分かんなくて、よく生きてたなと思いますけど、後になってから、あ、ここの肉を挟んで電気触っちゃったんだみたいなことを思ったけど、今急にこれがその時のことだったかもって思ったせいで、何か話が、その電気の衝撃が物理的に関係があったんじゃないかみたいな変な話になっちゃうけど、ちょっとその時かどうかわかんないけど、でも同じぐらいの時期ですね。でも、そうそう。だからまあまあ、ついつい例え話として出ちゃったけど、なんか電気に打たれるぐらいの、まあ、衝撃を受けたわけですよ。そして電気に打たれたことがあるから、この電気に、その時と同じぐらいの衝撃を受けたわけですよ。こっちの物語とこっちの物語が実は繋がっている。ただ繋がっているって、なんか伏線的なものに気づいて衝撃をってことじゃなくて、自分の中に、なんていうかな、これ、もしかしたら、本当にある話を思い出してきてるのかも、みたいな、今この言葉に直した通りのことを思ったわけじゃないけど、そういう、要するに、その物語っていう架空だったものが突然、現実と同じようなリアリティを持って脳の中で、なんか爆発したみたいな感覚だったんですよ。で、その時の衝撃と、繋がったって感じた時の面白さみたいなものが、
多分もう52歳ですけど、人生の中で一番面白いって感じた出来事で、もうぶっちぎりでもうビューンってそこだけグラフが跳ね上がっちゃうぐらい面白い、とんでもない出来事で、でも実際何が起きたのかって言ったら何も起きてないじゃないですか。僕の頭の中のどうでもいい想像の話の A と B がちょい繋がってるかもって思ったっていう、ただそれだけのことで、だから他の人になんかこれを説明しようとしても全く意味をなさないわけですよ。でも僕にとってはすごい大事な話で、なので、なんとかこれをなんかその説得性を持って説明したいんだけど、多分今よりもなんか伝わる話にできないな。なんか実際にはだから本当に、なんていうの、現実に起きた出来事はすごくしょぼいどうでもいいことなんだけど、僕の中ではそれがぶっちぎりに大きな出来事で、そこから多分架空の世界を作るんだっていう謎の衝動に突き動かされたまま、今日に至るみたいなことなわけですよ。で、でも、その僕みたいなこんなわけのわかんないことじゃなかったとしても、多分プロになるぐらいまでずっと何でもいいです。音楽でも、映画作るとかでも、小説を書くでも、僕漫画を描くでも、絵を描くでも、何でもクリエイティブなその写真でも、何かずっとその一つのことをプロになるとか、何がしか自分の作品を作り上げるというところまでやりきる、そのことができる人って、どっかでこういう、あの、その僕が言ったみたいなへんとこりんな、そのなんか収集のつかない話じゃなくてでも、もっと多分具体的に何か夢を持つきっかけとか、何かあると思うんですよ。なんか得体の知れない強い衝動で、これよりも面白かったとか、心がバーンって跳ねた記憶がないというような何かが原体験として、その初期衝動としてあると思うんですよ。そうじゃないと逆に言うと続かない気がするんですよ。今の世の中だと、例えばそのプロになるためにみたいなところで、そのなんだろうな、その情熱とかガッツとか根性とかじゃなくて、SNS を有効に活用しましょうとか、いいねをたくさんもらう戦略を立てましょうとか、なんだろう、そういう現実的な、すごくドライなっていうかな、その根性論じゃない、あの、理路整然とした方法論で、勝ち残っていきましょうみたいな、多分、言説の方が説得力があって強くて。で、僕もそう思うんですよ、ある程度ね。やはり、これだけ SNS の力というか、つながりの能力がでかくなると、その、なんていうか、その文脈をつないでいく力みたいなものを無視して、プロになるのは多分すんごい難しくて、僕でさえってその、なんだろうな、僕の世代の、その52歳の僕でさえ、プロになるきっかけって、それこそできたばかりのインターネットの世界に93年とか4年とかに、そのホームページとかを作って、93年、もう30年前の話ですけど、に、ホームページとかを作って、そこに絵を置いていて、それも、なんていうか、どっちかというと、僕がそういう先見性があったからじゃなくて、そういう新しいものに目の利く、友達が周りにいて教えてくれたからに過ぎないんだけど、でも、そういうきっかけがあって、プロの道が開けていく。そのネットで、その後で、だからネットで新しい感じの絵柄の絵描きを探してるとか、その、いわゆるプロの作家じゃない、よくわかんないようなところから、なんかその、アニメのキャラクターデザインをやらしてみようみたいな、ちょっと奇特なプロデューサーがいたおかげで、そのレインっていうプロジェクトに僕はちょっと呼んでもらえたりしたわけですけど、なんかそんなようなことがあって。で僕の世代でさえそうだと、今のもうギッチギチにそのいいねの数で価値が決められるような、社会の中ではそこを無視してプロになるのは非常に難しくて、逆にそこを最大限に活用した方がいいとは思うんだけど、僕の中ではそれでもプロになるために何年間か、その、なんだろう、その絵の初期衝動の時代からプロになるまでの年数で言ったら、もっと十何年とか、ひたすら何か、絵であれば絵を描き続けるみたいな時間が必要になるわけじゃないですか。もっと効率がいい人はもっと数年でプロになるぐらい絵上手くなる人も世の中にはいるかと思うけど、でも大多数の人がやっぱりかなりの長時間、人生の多分その半分以上とかをその絵を描くなり、ある技術を身につけるために費やさないといけないわけじゃないですか。で、その時に SNS を有効に使いましょうとか、いいねをいっぱいもらいましょうみたいなことを動機にしていたら、続かないと思うんですよ。その、仮に大成功して、いいねがいっぱいもらえたとしても、その、なんだろうな。
自分が、中学2年生の時に、家族旅行の宿屋の中で、本当に、外から見たらどうでもいい話にしか思えないと思うけど、頭の中で妄想していたお話 A と B がくっついたみたいな、経験の時に感じたこの得体の知れないドカーンっていう衝動に比べると、なんか、僕もだから、なんだろう、ネットとかで、絵とか、ちょっとした1ページ漫画とかが、プチバズったりしたことは、何度かありますよ。そりゃさすがにプロなんで。だけど、その時のは、バズっとるみたいなことの面白さなんて、もう、比較にもならないぐらい、どうでもいいちっちゃなものなんですよ。逆に言うと僕は、そういう得体の知れない経験がベースにあるせいで、なんか、承認欲求みたいなものが、割とどうでもいいとは言わないんだけど、順位としてはすげえちっちゃくて、僕の中のこの、あの時のお話が繋がったっていう時の頭の中の空想している何かと何かが繋がって、ここで化学変化が起こって、新しい何かになりそうっていう瞬間の、このなんか得体の知れない面白さに比べたら、その承認欲求がどうこうなんて本当にあの靴の裏ぐらいどうでもいいことで、だから僕はプロになれたと思うんですよ。だから戦略として SNS でいいねもらいたいみたいなのはすごく全然いいと思うんだけど、それは手段の小さな一パーツに過ぎなくて、目的じゃないんで、承認欲求とか自分が、なんだろうな、なんていうかな、承認欲求を得たいみたいなものは、動機の一つとして、それが自分の前に進める人参になるんだったらぶら下げて全然結構なんだけど、それは絶対長続きしないから、それには頼っちゃ、あの、ダメなんだと思うんですよ。どう考え自分の経験で言うと、そんなどうでもいいちっちゃなことで、プロになれるまでの努力の長い道のりが続くわけないと思うんですよ。でも外部から見たら、僕のこの頭のどうかしている妄想話の方が、意味がわかんないと思うんですけど、これがだからなんか説得力のある、なんか説明にならなくてもどかしいんだけど、でもうまく伝わるといいなと思うんですけど、なので、みんなこのどこかでこういう得体の知れない経験をどうでしょうね。なんかプロになってる人がここでなんか僕のこれを見てる人は少ないと思うんだけど、でもいいし、プロを目指してる人とかでもいいけど、こういう経験ありますかね。これ、なんだろう、僕一人にしかないことだとあまりにも一般性がなくて、何かのノウハウ的な話として話すことができないような話になっちゃうんだけど、できたら、なんか、具体的な話とかじゃなくても似たようなことが僕にもあります、私にもありますみたいな方が、もしいたらちょっとコメント残していただけると、僕としては、心細さが、減るので、できたら、ちょいと、ありますよぐらいの一言でいいので、ちょっと書いていただけると、すごく僕の支えになります。誰かの役に立つ動画話そうと思ったのになんか助けを求めちゃってますけど、うん。というようなことで、僕の中では、一番でかい原初の体験としてはそれかな。それは本当にね、さっき言った、だからお話 A と B がくっつきましたみたいなことが僕の中では本当に大きな、夜中にもう本当に目が覚めちゃって、その後しばらくもう眠れないし、なんだこの得体の知れない、この、もうだからこれを形容する言葉がその概念として存在しないので、本当に説明のしようがないですけどね、何かびっくりするこのわけのわかんない感情は何なんだって、あの、その時のことでもやっぱ今でも思い出してて、あれを感じられるように、なんかあの、今も何かものを作ってる。きっと世界を作りたいっていうのは、もう一回あの時のびっくりみたいな感情を感じたくて、なんか世界を作って、その世界を作る過程の中で自分の中の妄想 A と妄想 B がくっつくみたいな、その瞬間をたくさん味わいたい。やっぱ絵を描いていて物語を作っていても、何か自分の中で、くっつくはずがないと思ってたどうでもいい、小さなアイデア同士がプップッとくっついて、そのラーメンの油がくっついて、ちょっとでっかい油になるみたいな感じで、大きなアイデアに育つ瞬間とかが、もう楽しいんですよ。うん、取り留めがなくなっちゃいましたけど、なんか僕の中の原初の体験って、そんな感じです。なんか皆さんも似たような話があったら、ちょっと、そういう経験あるよっていうことだけでもいいんで、コメントいただけると嬉しいです。っていうようなことでした。はい。あんま教訓になるような話じゃなくてすいません。ありがとうございました。では。